どうもいつもお世話になっております。ぬけまるです。今回は天国編霊式4層前半の解説動画になります。解説としては、このような図解を用いてギミックの理解を深める内容になっております。固定で採用したやり方をご紹介していますが、必ずしも最適解ではない可能性がありますのであらかじめご了承ください。はじめにマーカーはこのような感じに置いています。それではよろしくお願いします。オンザソウル。全体攻撃、しっかり軽減しましょう。パラデイグマ1回目とトリニティソウル。トリニティソウルは、ボスの羽を見て反面焼きを避けるギミックです。ノーマルでは上から順番に3回光りましたが、霊式では下から光る場合もあります。ここのパラデイグマ1回目と複合してくるのは必ず下から光ります。なぜ下からと強調するかというと、下から光った場合、2回目に光った羽の時に、ボスが180度方向を変えてきます。そして3回目は元の向きに戻ります。つまり2回目は光った側がアンチと覚えておきましょう。それでは下から光ったパターンの考え方を見てみましょう。一番下は最初からアンチにいるとして、2、3回目の動きを比較として記載しています。左は2回目が反転するのでそのまま、3回目は反対側に移動ですね。だからそのまま、移動です。真ん中は2回目が反転するのでそのまま、3回目もアンチなのでそのまま。だからそのままの全く移動しなくていいやつですね。右は2回目が反転するので移動で、3回目はそのままです。だからそのまま、移動、そのままです。この3つは、右下返しの全3パターンですが、左下返しもありますので、下からは全部で6パターンになります。ちなみに、下から光ったパターンは、移動のような連続して避けるパターンはありません。下からはちょっと優しくされています。パラデイグマ1回目の説明を放置してたので戻ります。この後直線攻撃の誘導を説明しますが、この処理はタンク無敵受けが流行っているようです。タンク無敵受けは実際にやってきたので最後に軽くご紹介します。ボスの周囲に出現した4つの黄色のオブジェクトが北側か南側マップの東西外周に時間差で2個ずつ移動します。そこから天使が出現し、一番近い人と次に近い人を対象としたビームを1体につき2本撃ってきます。また、それを受けると非魔法ダメージ増加デバフがつくので、2つは受けれません。天使は2体ずつ出現するので、4人ずつで計2回処理する必要があります。当固定の例を出すと、MT 組、ST 組に分かれて、先に MT 組がボスから近接、タンク、ヒラ、遠隔と外周天使側で並びます。1回目のビーム誘導は、ST 組は誘導しないように逆側で待っています。そして1回目のビームが終わったら ST 組は、MT 組と入れ替わるように天使側へ行き、2回目のビーム誘導をします。パラデイグマの処理はこのような感じですけど、これは霊式なのでさらに先ほどの反面焼きを避けるギミックが同時に来ます。タイミング的にはビーム1回目が反面焼き1回目と同時、ビーム2回目が反面焼き3回目と同時に来ます。それではタンク無敵受けです。トリニティソウルの点くらいで無敵を使うらしいです。無敵後、非魔法低下が残っていて、ボスのオートアタックが痛いのでバフをいっぱいするそうです。どのくらいバフを焚くとかについては、その後の流れもありますので、各自で確認していただければと思います。パラデイグマ2回目。2回目は、青色のオブジェクトが4つ、赤色のオブジェクトが2つ出現します。青色とか赤色とか黄色とかあり、それぞれから出てくる天使が何をしてくるか決まっていますが、演出みたいなものです。そして今回は東西南北の外周に天使が1体ずつ出現し、霊と星の2種類の線が2本ずつ計4人に繋がります。これ、霊とか星とか説明がわかりづらいので、次から霊を白、星を黒と表現させてください。対象はタンクヒラから白と黒の1人ずつ、DPS から白と黒の1人ずつの4人です。そしてその対象へそれぞれの白と黒のビームをしてきます。
受けると、白ビームなら曲線変更、0デバフが付与され、黒ビームなら曲線変更、星デバフが付与されます。簡単に言うと白ビームなら白デバフ、黒ビームなら黒デバフが付与されます。この場合黒ビームを受けたので、黒デバフが付与されました。またこの線は、距離減衰なので最大距離伸ばします。ここは素直にボスからまっすぐ伸ばしてください。トゲトゲがなくなるまでです。ちょうど、反対側のボスサークルくらいまで引っ張ればなくなります。次にデバフ組の説明です。魂の刻印で、白刀デバフと黒刀デバフの2種類がタンクヒラで1つずつ、DPS で1つずつつきます。これはデバフカウント0で、色に対応した刀が足元に出現します。そしてこの刀は、白刀ならビームを受けた黒デバフの人、黒刀ならビームを受けた白デバフの人という感じに、逆の色の人が入って処理することができます。最後に、実は北に赤オブジェクトから出現した天使が2体いて、それぞれフィールド4分の1ほどのビームを打ってきます。パターンは2つですが、ギミックをこなしてホッとしたところに来るので、最後は北を意識しておきましょう。ここまでがギミックの説明で、次はどう処理するか。安心してください。ここはそんなに難しくないです。今回ご紹介する方法は、線の人の隣に塔をウーバーする方法です。さっき、線はまっすぐ伸ばすと言いましたけど、実際に伸びたらこのようにシャープっぽくなります。そして、その線を伸ばした人と違う色の塔を隣に置いてあげます。で、塔が出現したら、線の人が隣にある塔を踏むっていう処理になります。ではどう判断するかを説明します。マップを4分割して考えて、タンクヒラは北西から半時計回り、DPS は北東から時計回りに考えます。まず前提として、線の人が踏めるのは逆の色の塔です。DPS で説明すると、北東から線の人を見ていき、自分のデバフの塔を踏める人がいたらそこに置き、踏めなかったら今度は南東を見ます。南東の線の人が踏めるならそこへ置き、踏めない人だったら南西に置きます。このように DPS は北東から時計回りに線の人を見て判断します。タンクヒラは北西から半時計回りに考えます。オンザソウル。全体攻撃、しっかり軽減しましょう。グラウコピス。ヘイト1位に対して、直線範囲の強攻撃が2回来ます。非魔法ダメージ増加デバフがつきますのでスイッチが必要です。スーパーチェーンセオリー1。先に出現するオブジェクトとその範囲を説明します。今回はノーマルに出てきた円形範囲とドーナツ範囲に加えて、ゴツゴツしたやつとトゲトゲしたやつが増えました。紫色のゴツゴツしたやつは発動時にタンクヒラ、DPS のどちらかのロールに扇範囲が4本出ます。頭割りができるのでペアで受けましょう。オレンジ色のトゲトゲしたやつは発動時に扇範囲が8本出ますので、8方向に3回します。まず、数字マーカー方面のどこかに玉またはドーナツと、ゴツゴツまたはトゲトゲのセットが出現します。この4パターンですね。それぞれ3回例の1例ですが、共にボスに向かって近接が殴れるように3回しています。対応した3回で受けます。途中、魂の刻印を詠唱します。これは白とか黒とかのデバフがつくやつですね。今回は新たなデバフが追加されていて、これはボスから対象者にその色のビームが飛んできます。あとは白黒の塔が1人ずつ、曲線変更の白黒が2人ずつ、変形範囲を出す天下の刻印が4人、これは曲線変更の人にセットでつきます。付与は、ビームと塔組か曲線足す天下の刻印組で、ロールごとに分かれます。先ほどの3回で受けたやつが終わったら、右か左を見てドーナツ範囲が繋がっている方に行きます。そのドーナツ範囲の中で、ボスを見て左が黒ビームと白デバフ3人、右が白ビームと黒デバフ3人で44頭割りをします。どっちがどっちって覚えにくそうってあると思うのですが、デバフをよく見るとなんとなくわかります。まず、曲線変更と塔デバフはなんとなくデバフの人のマークや塔が片方に寄ってますよね。
なので、アンチ内でボスを見て左が白、右が黒で分かれます。次にビーム。このビームは頭割りができるので4人で受けますが、他の人は同じ色のビームを受けると即死します。ですので、白ビームと黒デバフ3人、黒ビームと白デバフ3人の44頭割りをします。ビームのデバフもよく見てください。なんとなく左右に出てますよね。白ビームは右に出ていますので、黒組に当てに右に行きます。黒ビームは左に出ていますので、白組に当てに左に行きます。アンチ内で無事頭割りができましたら、最後の数字マーカー方面を確認します。ここには玉とドーナツがついていて、短い方が先に来ます。ですので、円形からかドーナツはみからかを確認してそれに対応します。この後デバフによって行動が分かれるのでそれぞれ説明します。まず等デバフは、範囲を避けたらボスを見て白は左側、黒は右側、だいたい影座付近に置きます。そして、ビームの人は範囲をボス下付近で避けた後、先ほどの頭割りで分かれた方の塔に入ります。具体的に言えば、黒ビームの人は左の白の塔、白ビームの人は右の黒の塔に入ります。残る極性の人は、ダッシュで外周方向に移動し円形範囲を捨てます。これでスーパーチェーンセオリー1は終わりです。トリニティソウル。羽が光った順に3連続の半面焼きが来ます。ここは上から光る場合と、下から光る場合があります。アポリアロゴスまたはペリディアロゴス。どちらかがランダムで来ます。アポリアロゴスは、ボスから最も遠い人に2人で頭割りができる強攻撃が来ます。同時に最も近い人に魔法の頭割り攻撃が来ますのでタンク以外で受けます。ペリディアロゴスは、ボスから最も近い人に2人で頭割りができる強攻撃が来ます。同時に最も遠い人に魔法の頭割り攻撃が来ますのでタンク以外で受けます。一般的には、アポならタンクは影下外で他はボス下、ペリならタンクボス下で他は影下外です。当固定は、タンクのみで調整していますのでこの動画はそれになります。やり方は、タンク以外が影座ちょい外に待機して、アポならタンクが他の6人より離れ、ペリならタンクが影座内に入ります。他の6人の位置を固定して、タンクの動きだけでアポ、ペリを誘導しています。オンザソウル。全体攻撃、しっかり軽減しましょう。パラデイグマ3回目。線がついている対象にビームを打ってくる白線の天使、黒線の天使が2体ずつ、近い人にビームを2本出す天使が2体出現します。さらに魂の刻印でデバフが付与されます。ここは明確にタンクヒラと DPS でやることが分かれます。DPS から説明します。まずは外周にいる天使に繋がっている距離減衰の線を伸ばしましょう。天使の正面の人はとにかくまっすぐに、もう一人はそのまっすぐの線に対して斜めになるように線を伸ばしましょう。等処理をしているタンクヒラに当てないように、正確な位置で処理をしましょう。そして、外周の天使のビームと同時に床が抜けます。線の処理が終わったら次は豆腐に、または2体いる天使からのビームを誘導します。豆腐には違う色で1人ずつ踏みます。塔は8分の1マップの真ん中と、中央にタンクヒラが出現させます。その塔を逆の極性の DPS が中央の塔から D1、D2、D3、D4 の優先度で踏みます。自分の担当の塔がなかった人は、ビームの誘導をします。線をまっすぐ伸ばした人はそのまま内側に立って、斜めに伸ばした人は中央側によってビームを誘導するようにしましょう。DPS の動きをまとめると、距離減衰の線の処理、塔踏みまたはビーム誘導で終了です。次はタンクヒラの説明をします。タンクヒラは、フィールド4カ所に塔が出てくるのでそれらを踏み、その後2人はビームして、2人は塔を出現させます。まずはデバフを確認しましょう。10時、X 時のデバフがついている人は、3回位置が決まっています。10時の人は来た、
X 字の人は南に行きましょう。それ以外の2人は、塔を出現させるデバフがついており、ここは優先順位を決めて移動しています。タンクヒラの塔の優先順位はこのような感じです。塔踏みの後、十字と X 字の人はビームを捨てます。十字の人は北の角、X 字の人は C マーカーに捨てましょう。この後、十字と X 字のビームを捨てた人は、ビームを誘導します。塔を出現させる2人の動きです。普通の塔を踏んだ後、特性の塔を出現させるために移動します。それぞれ、白または黒の塔のデバフを持っているのですが、8分の1マップだけでは、線を誘導した DPS の色が偏っているので塔が処理できません。そのため、反対側の極性の人に踏んでもらう必要があり、マップど真ん中のギリギリに塔を出現させ、向こう側の人に踏んでもらいます。逆に、自分のマップ側に踏める DPS がいる場合は、8分の1マップの中央ら辺に塔を出現させましょう。外側にいる DPS が塔を踏みます。タンクヒラの動きをまとめると、自分のデバフを確認し、移動した先で塔踏み、デバフ発動、天使のビームを誘導させて終了です。グラウコップス。フェイト1位に対して直線範囲の強攻撃が2回来ます。非魔法ダメージ増加デバフがつきますのでスイッチが必要です。アルテマブレイド。フィールド変化を伴う全体攻撃です。とても痛いのでしっかり軽減をしましょう。この後フィールドが八角形に変化し、サイコロギミックが始まります。サイコロフェーズ。4層の難所ギミックです。待ってる間に先に行っちゃうと、周りの天使が飛び立つ順番で天使の攻撃順がわかるらしいです。全員の頭上にサイコロがつきます。この時、重なっていると自分の順番が確認しづらいため、なんとなく基本3回しておきましょう。再出現したボスを見て左が奇数、右が偶数で分かれます。サイコロの順に距離減衰があると神とペア後回りの攻撃を受け、ダメージ床範囲を捨てていきます。その合間に中央の天使から近い人2人にビームが来るので、その時にサイコロを処理していない人でビームを誘導します。では詳しく見ていきましょう。まずは、サイコロ順に突進を受けるので、ボスが出現したら1、3の人はボスの対面の頂点に行きましょう。2、4番目の人は対角の頂点から隣の辺の中点くらいに立ちます。そして、1番から順にパラディオンというペア頭回りの距離減衰突進攻撃を受けます。突進を受けたら時計回りに設置された範囲の縁に立ちます。このサイコロギミック、1番と2番のスタート場所の位置取りがとても重要です。パラディオンは距離減衰攻撃のため、この狭いマップ上で最長距離を取る必要があります。そのため、このような位置取りでパラディオンの突進攻撃を受けましょう。サイコロ処理のペアは、1と3、2と4、5と7、6と8で順番に受けていきます。そして、突進攻撃の合間に、中央に現れる天使が2種類の攻撃をしてきます。天使が降ってきた際に270度の小扇範囲、または近い人2人にビームをしてきます。ここ、2種類の攻撃をしてくるのですが、処理をするのはビームだけです。270度範囲はかなり小さいので無視してください。このビーム誘導2人は、その時にサイコロの突進を受けていない人で処理します。最初5と7、6と8の人が天使からのビームを処理しましょう。近い人に来るので、5と7は少し前に出ます。6と8は壁際です。1と3、2と4の人はサイコロ処理が終わったらビーム誘導を担当し、5と7、6と8の人が突進を受けます。ビーム誘導の距離でよく事故るので、誘導しない人は壁際を徹底しましょう。やることはシンプルなのですが、距離、タイミング、誘導角度、範囲を捨てる場所などの注意点が多いため、難所となっています。そして、ダメージも痛いので、しっかり軽減&回復をしましょう。サイコロ処理が終わったら、移行技と同時に床が抜けます。下に集合しましょう。しっかり軽減をして移行技を受けましょう。この移行技は全体頭回り攻撃で、全員が揃っていないと耐えられないことがあります。
スーパーチェーンセオリーに A、ボスの羽の半面焼きを避けながら図形の処理を3連続で行うギミックです。見るべき場所は2つです。まず A と C どちらにペア割りがつながっているか、長い線のペア割りか3回が A と C のどちらにつながっているかです。ここだけ見れば図形ギミックは処理できます。ボスの半面焼きが同時に来るため、最初は必ず A か C のペア割りからスタートします。実際の動きを見ていきましょう。まず A か C を見ます。A にペア割りの図形がありますね。A の近くに移動して半面焼きのアンチ側でペア割りの3回をします。次にペア割りを処理時に長い先のペア割りまたは3回が A と C どちらにつながっているかを確認します。 C 側についているので最後は C に移動です。もし最初に処理したところについていたら最後は同じところでまたペアか8方向3回をします。ただ最初と最後の間に羽の半面焼きと真ん中で円形半身、ドーナツ半身、円形半身が来ているためドーナツ半身を中央に行って避けます。逆方向に移動する場合は移動しながら避けましょう。そして3回目の羽の半面焼きを避けた後にペア割りまたは8方向3回をして終了です。ペリディアロゴス、ボスから最も近い人に2人で頭割りができる強攻撃が来ます。同時に最も遠い人に魔法の頭割り攻撃が来ます。タンクはタゲさない、他の人はタゲさちょい外です。オンザソウル、全体攻撃、しっかり軽減しましょう。スーパーチェーンセオリーに B、 一個一個の処理は難しくないのですが、かなりスピード感があります。焦らずに落ち着いて処理しましょう。まずは、先ほどのスーパーチェーンセオリーに A と同様、A か C を見ます。A か C にドーナツ半身があるので、そちらに移動しましょう。そして、北外周に天使が飛んでいきました。この天使は、後で直線攻撃をしてくるので場所を覚えておきましょう。ボスがパルテノンを炎症し、南北へ広めの直線攻撃をしてきます。その炎症完了までに、次の図形の位置に移動します。次の図形は、必ず東西に出現し、ペアまたは8方向3回をします。ボスの直線範囲を避けた後に、3回位置に移動しましょう。そして、忘れた頃に北側外周の天使が直線攻撃をしてきます。ちなみに真ん中の線より少しずれて打ってきているのでアンチ4分の1のラインの真ん中付近にいましょう。最後の図形です。再度、南北に8方向3回のトゲトゲが近づいてきているのでこれを処理します。ここの8方向3回は円形範囲が確定でセットになっています。弾から離れて処理しましょう。最後に床が抜け落ちます。8方向の処理が終わるまでは抜けないため、処理が終わったらアンチに駆け込みましょう。これで4層前半のギミックは終わりです。この後は全体攻撃が2回来て時間切れとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。